これ、退院祝いよ。後で開けてみてね。いつも私をいびってくる義士が差し出したプレゼントの箱。義父と夫が談笑する声を背に、義士からのプレゼントを開けて中身を見た私は、言葉にならない声で叫んで、箱ごとそれをゴミ箱にぶち込んだ。血管が切れそうな怒りが全身を駆け巡る。まさかここまで悪質だったとは。何があっても義士のことは許せない。ゴミ箱が揺れる大きな音がして、夫と義父が様子を見に来る。なんだ？どうしたんだ？さやか、お前それ。さやかさん、あかねからのプレゼントを捨てるなんてひどいじゃないか。そうだぞ、姉さんに謝れ。口々に言う夫と義父に、私は震える手でゴミ箱を指さし叫んだ。中身をちゃんと見て。いぶかしげにゴミ箱の中を覗く夫。その顔色はみるみる真っ青になっていった。私の名前はさやか。29歳で5年前に結婚してからは専業主婦をしている。さやか、そろそろ行こうか。うん。正午待ってて。お父さん、行ってきます。おう、気をつけてな。同い年で優しい夫、正吾とは仲がいい。正吾の家はお母さんが早くに亡くなっており、結婚するときに義父が一人になるのは寂しいのではと、私から言い出して義父と同居して3人で暮らしている。義父は私のことを本当の娘のように可愛がってくれて、私にとっても本当のお父さんのような存在だ。目的地に向かいながら正吾と会話をする。正吾、いつも私に付き合ってくれてありがとう。なーに言ってるんだよ。俺だってここに来るのを楽しみにしてるんだぜ。私と正吾が休みの日にやってきたのは児童養護施設。私は子供が好きで、結婚するまで保育士として働いており、結婚してからはボランティアとして子供たちの面倒を見るため養護施設に通っていた。正吾もいつの間にかそれに付き合ってくれるようになったのだ。さやかちゃん、久しぶり。久しぶりね。みんな元気にしてた？年長の子が私に抱きついてくる。正吾もサッカーの練習をしたい男の子たちから大人気だ。さやかちゃん、5本読んで。みんなで遊んでいると、最近この施設に入ったサトルという3歳の子が絵本を抱えて話しかけてきた。ご両親が事故で亡くなり、身寄りがないという。まだ甘えたい盛りの時期のはずだ。いいわよ、お膝においで。サトルは嬉しそうに膝に乗り、絵本の読み聞かせを聞いていた。愛しい気持ちが湧いてくるが、距離感は保たなければならない。そして帰る時間になり、名残惜しそうにするサトルをはじめとした子供たちに別れを告げる。今日も楽しかったし、子供たちは可愛かったな。うん、とっても。私のところにも赤ちゃん来てくれるといいんだけど。結婚して5年、ずーっと子供を望んでいたが、私たちはなかなか授かれずにいた。あんまり気にするなよ。そりゃあ子供がいたら嬉しいけど、俺はさやかと2人で生きていく人生だって幸せだ。正吾、ありがとう。そんな会話をして家に帰ると、玄関先には見覚えのある靴があった。女性のハイヒールが1つと、戦隊ものの小さな靴が2足。お、姉貴たち来てるのか。正吾が声を弾ませるが、私は一瞬で薄暗い気持ちになった。バタバタと甥っ子たちが玄関先に走ってくる。おいさやか、
戦隊ごっこするぞ。ほら、さやかちゃんのこと呼び捨てにしない。正吾お帰り。太った体を揺らしながら義士が顔を出す。相変わらずとても派手だ。お姉さん、ご無沙汰してます。そうね。ちゃんと嫁の仕事やってる？今日はパパに話があってきたからさ、ちょっと子供たちのこと見といてくれる？はい。有無を言わさない口調に、私はおとなしく返事をすることしかできなかった。義士は結婚して2人の小さな息子がいるが、近くに住んでいて、こうしてよく顔を出す。義父と夫のことが大好きで、実家依存気味なところがあるようだ。そして、訪れた時は、私に当然のように子守りをさせる。リビングの隣の部屋で、夫と一緒に甥いたちの子守りをしていると、義父と義士の会話が漏れ聞こえてきた。ということで、うちの旦那の実家で作ってる製品をパパの会社で取り扱ってほしいのよ。今は本当に経営が苦しくて。なるほどな。よし、お前たちの力になれるならいいだろう。やったー。もう一つお願いなんだけど、子供たちにお小遣いもらっていい？少しぐらいならいいだろう。子供たちを呼んできなさい。あと、正吾も呼んでくれ。ありがとう、パパ。義父と義士、夫は仲がいい。お母さんが亡くなってから支え合って暮らしてきたのだ。それは絆も強くなるだろう。しかし、義士は私の存在が面白くないようだった。愛する弟の妻で大好きなパパからも可愛がられている憎い女。そんなところだろうか。正吾、パパが呼んでたわよ。わかった。あんたたち、おじいちゃんがお小遣いくれるって言ってきなさい。夫と子供たちと入れ替わりに、義士が部屋に入ってくる。ところでさやかさん、赤ちゃんはまだなの？いつものが始まった。私は身を固くする。はい。子供って可愛いわよ。保育士してたならわかるわよね。そうですよね。授かれたらとは思ってるんですけど。3年子泣きはされって言葉知ってる？5年もできないのはさやかさんに問題があるんじゃないの？義士はいつもこうだった。最初は家事のやり方などで嫌味を言ってきていたが、ここ数年は私が子供を産めないことを必要に責める。私は何も言えずにうつむいた。日頃の行いとか気をつけてね。赤ちゃん、来てくれなくなっちゃうよ。はい。私が目に涙を溜めているのを見た義士は満足したのか、帰り支度を始めた。私は一通を覚えながらも、どうにか夫と義父と並んで義士たちを見送った。その日の夜、トイレに行くと心当たりのない出血があることに気づいた。夫に話すと心配して次の日に婦人科に行くことを勧められた。検査を行い、聞いた診断結果は予想だにしなかったものだった。子宮頸がんです。進行しているので、すぐにでも手術が必要でしょう。難しい顔をしている医師に、思わず私は食ってかかってしまう。それって、これから赤ちゃんは望めるんですか？医師は黙って頭を振った。幸い、他の部位に転移はしていないものの、子宮を全摘する手術を受けなければならないという。私はあまりのショックに泣き崩れた。私の肩を抱く正吾の手も震えていた。子供は望めなくても、俺はさやかが生きていてくれればそれでいいんだ。帰り道、正吾は私の目を見て言ってくれた。その言葉に嘘がないことはちゃんと伝わった。
正吾、ごめんなさい。謝るなよ。まずは手術を頑張ろうな。正吾が夫でよかった。そんな風に思った。話を聞いた義父も心配してくれて、今まで以上に私を気遣い、家事などもやってくれた。しかし、義父は違った。またたまたま二人になったタイミングで、私に辛辣な言葉を投げかけた。へえ、子宮頸がんね。あれって、不特定多数と関係を持つとなるんじゃなかった？そんな、違います。決してそんなことはありません。さすがに私も言い返した。でもさ、子供産めないなんて女として終わってるよね。え？あまりの言葉に呆然とする私に、義父は追い打ちをかける。ああ、正吾もパパもかわいそう。役立たずの嫁つかまされちゃって。とうとう泣き出してしまった私を見て、義父は鼻で笑って立ち去った。一人泣いている私を見つけて、夫が駆け寄ってくる。おい、どうしたさやか。辛いのか？本当はぶちまけてしまいたかったが、やはりどうしても言えなかった。義父と夫、義父の絆は固く、仲もいい。もし、私が義父にされていることを知ってなお、夫や義父が義父のことをかばったら、それが何より恐ろしかった。おい、泣くなよ。そうだ、今日養護施設にボランティアに行ってきたんだ。さやかが手術することを言ったら、サトルくんがこれをくれたぞ。夫は折りたたまれた画用紙を私に渡した。開いてみると、さやかちゃん、早く良くなってね。待ってるよ。大好き。クレヨンで一生懸命書いてあった拙い字を見て、心が温かくなるのを感じた。そうだ。手術を頑張って、まずは良くなろう。そしてまた、サトルや子供たちに会いに行く。そんな目標ができた日だった。そして手術当日。目を覚ますと手術は終わっていた。転移もなく成功したという。何とも言えない喪失感を抱えながら入院の期間を過ごした。その間も夫や義父が足しげく通ってくれて少しだけ心が軽くなった。よかったな。手術が成功してさやかが無事で本当に嬉しいよ。さやかさん、してほしいことがあれば何でも言いなさい。義父のことはあるが、正吾と結婚して、義父と暮らして本当に良かったと思った。正吾、お父さん、本当にありがとう。なーにいいんだ。退院したらお祝いしような。そうだぞ。茜も呼ぼう。みんなで祝おう。ここで、義父は呼ばないでくださいとはとても言えず、私はぎこちなく笑った。子宮がなくなった私に、今度は義父は何と言うのだろう。そう考えると気持ちが重くなった。でも、義父は夫や義父の前ではいい顔をして、決して私に嫌味など言わない。夫や義父から離れないようにしていれば大丈夫かも。いや、そもそも大きな手術をして退院したばかりの人にひどいことはしないんじゃないか。そんな風に希望を抱いた。そして退院当日、義父と夫が前から言っていたように自宅で退院パーティーを開いてくれた。私が好きな食べ物や食べられるものを選んで作ってくれた義父と夫。テーブルには所狭しと料理が並び、綺麗な花も飾ってあった。その気持ちが嬉しくて微笑む。時間になると義父が訪れた。今日は子供たちは家に置いてきたらしく、義父一人だ。あら、さやかちゃん、大変だったわね。
なぜか笑顔の義士は上機嫌で義父の隣の席に着く。その向かいに私と夫が座って退院パーティーはスタートした。義士はしょっぱなから自分が持ってきたワインをガブガブ飲んでいる。さやかちゃんも大変だったわね。必要な時は何でも頼ってね。わざとらしく心配そうな声色で義士が言う。ええ、お姉さん、ありがとうございます。姉貴も来てくれてありがとうな。さやか、姉貴のことも本当の姉だと思って頼っていいんだぞ。そうだな。さやかさんは茜とも仲良くしてくれて嬉しいよ。私はどうにか笑ったが、食事が喉を通らなかった。そして、会も半ばに差し掛かった時だ。ワインで酔った義士が大きな紙袋を取り出した。さやかちゃん、退院祝いのプレゼントを用意したの。ありがとうございます。白い紙袋の中には、丁寧に包装されてリボンのかけられた箱が入っている。後で一人で見てね。必ずよ。隣の部屋にでも置いておいて。わかりました。私は義士に言われたままに、プレゼントを隣の部屋に持って行った。なんだか胸騒ぎを覚えた。退院祝いのプレゼントなんて、姉貴は気が利いているな。ああ、私たちも用意しておけばよかったな。やだわ。褒めても何も出ないわよ。リビングに帰ると、そんな会話をしている3人。私も懸命に輪に入ろうとしてみた。酔っ払っちゃった。ちょっとトイレに行ってくるわね。私が輪に入ろうとすると、義士がそう言って席を立って部屋を出て行ったので、私も静かに席を立った。どうしても、先ほどのプレゼントのことが気になったのだ。パステルカラーの包装紙に水色のリボンがかかったプレゼントの箱。ギフと夫が談笑する声を背に、義士からのプレゼントを開けてみた。そして、中身を見た私は、言葉にならない声で叫んで、箱ごとそれをゴミ箱にぶち込んだ。血管が切れそうな怒りが全身を駆け巡る。まさかここまで悪質だったとは。何があっても、義士のことは許せない。ゴミ箱が揺れる大きな音がして、夫と義父が様子を見に来た。なんだ？どうしたんだ？さやか、お前それ。ゴミ箱の前で荒い息をする私を見て夫が驚く。さやかさん、茜からのプレゼントを捨てるなんてひどいじゃないか。そうだぞ、姉さんに謝れ。義父と夫は非難の目でこちらを見て口々に私に言う。私は震える手でゴミ箱を指さし叫んだ。中身をちゃんと見て。いぶかしげにゴミ箱の中を覗く夫。ゴミ箱から義士が渡してきたプレゼントを取り出す。それは薄ピンク色のベビー服だった。他にもおしゃぶりやスタイなどの数々の愛らしいベビー用品。夫の顔色がどんどん真っ青になっていく。おい、なんだよこれ。これを姉貴が？茜がこれをさやかさんに？今日？ベビー服を手にして震えながらこちらを見る夫と義父にピンク色のメッセージカードを突きつける。これがついていたお姉さんからのメッセージよ。そこには、埋めるもんなら産んでみな、役立たずさん、と義士の筆跡で書かれている。泣き崩れる私を目の前に、夫と義父はそのメッセージカードを食い入るように見つめていた。なにどうしたの？トイレから帰ってきた義士がこちらの部屋に顔を出す。そして、夫が握るベビー服と義父が持っているメッセージカードを見て、一瞬まずいという表情になった。
なに？さやかちゃん、後で開けてって言ったのに。おい、羽樹、これはどういうことだ？叫ぶように言った夫の顔は真っ赤で、穏やかな普段の様子からは想像もできないような怒りの表情を浮かべていた。もう、翔吾、そんなに怒らないでよ。本当に、これをお前がやったのか？こんなひどいこと。ほんの冗談じゃない？ちょっとしたおふざけっていうか？お前、ふざけてるのか？さやかがどんな思いで手術を受けたと思ってるんだ？じゃあ、言わせてもらいますけど。ヘラヘラしていた技師は突然真顔になっていった。嫁に来といて子供もできない。挙句に子宮全摘って、そんな粗大ゴミ、家に置いとく必要ないでしょ？正吾には子供が産めるいい人紹介するからさ、離婚しなよ。は？夫は驚愕の表情で技師を見た。パパと正吾と私のさ、仲良し3人家族に戻ろう。そんな疫病神とは早く縁切ろうよ。もういらないでしょ？ひどすぎる。私と夫が同時に言い返そうとしたとき、静かな声が響いた。そうだな。縁を切るべきだ。義父だった。ああ、義父まで。そう思い胸が詰まる。ふん、当たり前じゃないの。あんたなんて用済みよ。義士がそう言った後、義父は言葉を続けた。あかね、お前と俺たちがだ。今日限りで縁を切る。は？今度は義士が驚いた表情を浮かべた。パパ、何言ってるの？一人娘だからといって甘くしすぎた。こんな風に人の心のない人間に育ってしまったなんて、俺は情けない。義父は淡々と続けるが、その声にはとてつもない怒りが滲んでいた。もう一度言うが、茜、お前とは家族の縁を切る。それから我が社が結んでいるお前の夫の実家との取引もやめさせてもらう。パパ、何言ってるの？そんなことされたら私追い出されちゃうわ。知ったことか。もうこの家の敷居はまたがせない。今すぐ帰れ。義父は義士の肩を押し、玄関まで追いやる。何よ、パパに正吾までそんな欠陥女をかばって、何なのよ。叫ぶように言った義士に、夫は怒鳴り返した。欠陥女はお前だよ。早く出て行け。俺たちに二度と近づくな。玄関のドアが閉まり、夫と義父がチェーンロックまでかけた。そして私に駆け寄ってきた。さやか、すまない。今まで気づかなくて、本当にすまない。さやかさん、辛い思いをさせてすまなかった。これからは何でも言ってくれ。私は夫に肩を抱かれながら涙を流した。もうこれで終わったのだ。そんな安堵感に包まれていた。それから半年後、夫と義父は本当に義士との縁を切った。しばらくはしつこく連絡が来ていたが、徹底的に無視していたら静かになったらしい。義父は義士の夫の実家との取引を理由を話した上で辞めた。そのせいで義士は夫や義実家の面々に責められ、今は経済的にも困窮して義両親と同居せざるを得なくなったようだ。結婚してから働いたことのなかった義士だが、今はパートに出ながら子育てしていると聞いた。もう私には関係のないことだが、義士には少しは人の痛みを知ってほしいと思っている。私たちはというと、最近養護施設と相談しながら手続きした上で悟を里子に迎えた。悟は私たちをお父さん、お母さんと呼んで懐いてくれて嬉しい。義父も悟をとても可愛がってくれている。自分たちの子供を望めない分、悟のような子供を幸せにしていきたい。
今はそんなことを考えながら穏やかな日常を過ごしている。